はい、おはようございます。今日は畑の方のほうれん草とかチンゲン菜の間引きと、あとですね、桃がいっぱいになってるので、そちらの方を摘果して、桑の実が去年ちょっと病気になってたので、それ用の薬を購入したので、今日は収穫前にそちらの薬の方を撒いておこうと思います。よろしくお願いします。はいよー。ジンくんも足元にいます。今日は抱っこそんな嫌がんないね。これから歩くと嫌なのか？よいしょ。はい、じゃあまずは今の畑をですね、一緒に見ていこうと思います。これが先日植えたスナップエンドウですね。喋ってると今日ずっとジンくんが泣いて追いかけてくる。はい、長さはこんな感じです。でこちらも先日植えたオクラなんですけど、これもあんまりまだ育ってないですね。でアスパラが私の身長に近くなってきました。めっちゃでっかい。伝わりますかね、これ見えるかな。アスパラ、これが全部そうなんですけど、根元のところから新しいアスパラも出てきてます。でチンくんのこの横に生えてる雑草と紛れてる、これはニラですね。ちゃんと場所を把握しとかないと水仙と間違えちゃいそう。水仙毒だから注意しなきゃないです。で今分かれやすいように開けたんですけど、レタスちゃんと育ってますね。全部育ってる。すごやったね。めっちゃレタスいっぱい取れそう。じゃがいももいろいろ種類植えてあるんですけど、このちょっと高いのがメイクインですね。ここ2列がメイクインで、これがインカの目覚めです。インカの目覚めが一番成長が早い。じゃあのじんくん、今日はめっちゃ甘えん坊だね。ずっとついてくるじゃん。甘えたかった。一緒に畑見ようね。じゃん。サンチュとレタスめっちゃでっかくなってる。こっちがサンチュ、こっちが肉厚レタスです。手のサイズがこれなので大きさ伝わりますかね。こっちもこんな感じ。めっちゃでか。で今度はチンゲン菜なんですけど、結構綺麗に立派に育ってますね。薬も撒いてないけど、そこまで虫食いはひどくないです。ポツポツ食われてるやつもありますけど、結構綺麗な方なんじゃないですかね。あ、また来た。チンゲン菜が結構株間が詰まっちゃってるので、この後詰まってるところを間引きしていきます。ナスとキュウリはだいぶ弱ってるんですけど、初めの方の葉っぱはダメだけど、後から出てるのは結構元気そうなので、もうちょっと様子見てみます。直樹さんは今日は午前中はお仕事なので、そうですね。はい、私が畑とかをいろいろやっておきます。よろしくお願いします。いえいえ、いってらっしゃい。地元にはジンくんがいますね。お腹の毛もそれ以上伸びてこないよね。そうだね。もうそれ以上伸びないのかなみたいな。はいはい。なんで私を見るんだその時に決してお腹を撫でろって誘ってるわけではないからお腹に手を出すなよっていう。お腹に手を出して撫でるとジンくんの攻撃が来る。どこ触ってんだこらって私はやられたことないけどねついさっきやられてたね腹を出して触ってくださいみたいな感じで魅力的なお腹だったからさ、ちょっと手を出してしまったら会心の一撃を食らったよねということだよ。ジンくんからすればね、お腹撫でろなんて言ってないんじゃって浜ナスも深い根元から全部買ったんだけど、普通に復活してきました。可愛いんですけどね。でこっちが今年なんかいつもよりでっかくなったような気がする芍薬ですね。
バラもさ、あんだけ根元から結構切って太い枝以外は全部落としたけどさ、ちょうどいいぐらいになったよね、バランスが。ああ、そうだね。花つきもすごいいいし、つぼみがほら先端にめっちゃある。すごい数あるよ。だいぶ咲くよこれ。あんだけバズバ枝だけになったのにな。こっちのね、朝鮮蓮葉の方もね、あ一回もうほぼ主要な枝以外は全部落としたんですけど、やはり成長しました。でこれが桑の木なんですけど、まだ病気は出てきてなさそうなんですけど、今のうちにお薬撒いておきます。収穫前に何日前にお薬撒いておかなきゃいけないっていうのがあるみたいなので、早めに撒こうと思います。この花を見ようかと思ったんだけど、綺麗に咲いた。ちょっと終わりかけ後半。りんくん、今花と一緒に撮ろう。なんかやってんな。なんか撮ろうとしてる。おいで。かわいいやつだね。来ないと思いきやめっちゃ来た。りんくん、直樹さんの方向いて。えらい。かわいいやつだ。どれ言ってやるかって。かぼちゃは元気だね。植えた時より明らかにでかくなった。かぼちゃとジンク。これがかぼちゃですね。まさに自然。穴開けて植えた。ああ、なんか農家さんでチンゲン菜だけはやりたくない。食われるって。美味しいらしい。ああ、そうなんだ。道理で食われてるわけですね。めっちゃ穴だらけ。うん、こっちのチンゲン菜めっちゃ食われてる。はい、一緒に見てたら時間があっという間に経ったので、直樹さんは慌てて仕事に行きます。はい、いってらっしゃい。はい、じゃあ早速なんですが、チンゲン菜の間引きからやっていこうと思います。まずはこの子たちですね。チンゲン菜。これは育ちそうだけど、これかな。あ、これはもちろん自分たちで食べますね。間引き菜として。これとこれも近いな。じゃあこっち残して。間の間隔的には今これぐらい空いてますね。あれ、人参の種こぼれてる。ぬい。まあ隙間あるからいいか。じゃあ今度はこっちのちょっと時間がかかりそうなほうれん草とチンゲン菜の間引きをやっていきます。この列のほうれん草の間引きが終わってカゴいっぱいになりました。もう1カゴ必要そうですね。とりあえず今回の段階での株間の間隔はこんな感じです。またここから成長してさらに詰まってきたらまた間引いていこうと思います。じゃあ次はこっち側の半分までがほうれん草、半分までがチンゲン菜の畝をやっていきます。これでまずはほうれん草の方の間引きが終わりました。違いわかりますかね。わかると言ったけど。じゃあ間引きの最後は結構大きくなりつつあるチンゲン菜を間引いていきます。これでチンゲン菜の間引きも OK だと思います。はい、じゃあ桃の摘果をする前に育て方をもう一回調べて、あとこっちが桑の実にかける薬剤ですね。調べたらこれがいいっていうことだったので、これの希釈倍率とかも調べながらこれから散布していこうと思います。でこれがそうなんですけど、桑の実の金閣病っていうのには希釈が1000倍率で、収穫の14日前までに終わらせなきゃいけない。合計で2回までしか巻いちゃいけないよっていうことみたいです。今日はもうジンくんべったりですね。ね、ジンくん。また追っかけてきたの。うん。ああ。ああ。
は1000倍希釈の薬剤作ったので、これからぶどうの摘果もしつつクワの実に散布していこうと思います。じゃあ風向きも気をつけつつ薬剤撒いていきます。古民家の裏の方にもクワの木がもう一本あるので、そっちをこれからやっていきます。あ、しまった。巻いてる様子撮ってなかった。今巻き終わったんですけど、こっちの方は結構病気がすでに進行しているっぽくて、ちらほら白いのがもうありました。ちょっとちゃんと育ってくれるかわからないけど、薬は撒いたので、これで今年は様子を見てみます。病気のせいで結構この幹のところとかが白くなっちゃってるんですよね。これがだんだん治ってってくれるといいんですけど。はい、これが桃ですね。近くに寄ってみると、すでに桃の実がついてますね。じゃあこれを1個ずつ残して摘果していこうと思います。あと主要な枝以外は切っちゃっていいらしいので、下の方のちょこちょこ出てる枝はもう切っていこうと思います。2本、これが主幹で、こっから2本ということはこれとこれですね、でっかいの。それ以外は根元から1回落としてしまいます。はい、剪定はこれでよくて、あとは桃の実が枝自体もちっちゃいので、ここに2個あるんですけど、どっちかが生理落下してしまうかもしれないので、一回これ残してみます。葉っぱちょっとおかしいですね。病気かな？何の病気か調べておきます。はい、これであらかた形は整え直して、あと余計な実も取っておきました。で、柿がさすが柿というべきか、なかなか強くて、今一気に伸び始めました。主幹と主枝3本を残して、あとは切り詰めていこうと思います。まずこれはいらないでしょ。これが1本2本3本を残して、どっちを伸ばす？こうか。ようやく剪定バサミが本来の正しい使い方になってますね。この間まで剪定じゃない使い方してたので。どうかな。あ、クマバチが来た。ここに花はないよ。3本か。これの方が強そうなんですよね。こっちはやっぱり切るか。はい。はい。これで様子を見たいと思います。同じ柿でも全然育ち具合が違って面白いですね。こっちはゼンデラ丸です。主枝にするほど強い枝がまだそんなないんですよね。1、2、これかな。こっちは今は剪定するとこはそんなにないですね。一応根元の主幹から1本2本3本残したので、これで1回終わりにしようと思います。梅も柿と一緒みたいで、主幹とあとそれ以外の主枝を3本選んで、あとは根元から切り落とすらしいです。埋めると上の方で3本の方がいいよね。はい、OK。これで梅も OK かと思います。はい、
この雑草に紛れそうなぐらいちっちゃくて可愛いのがイチジクです。これも調べたら3本だけ残して、あとは根元から切ればいいみたいです。ちんまくて可愛い枝がいっぱい伸びてるんだよね。あんまり下にあるやつを伸ばすとあれだから、こうで。これはまだまだちんますぎるので、葉が邪魔にならない程度の間隔を残して、ちょっと多めに葉っぱ残そうと思います。そうすると裏の果樹が植えてあるエリアは剪定は1回終わりです。ここにイチジク、梅、ぶどうが1個、2個植えてあって、で柿、桃となってます。裏の果樹の方から古民家の正面の畑に戻ってきました。玉ねぎなんですけど、葉っぱがもう枯れちゃってるので、まだでっかくなってないと思うんですけど、もう葉っぱ枯れちゃってるので掘り起こしてみようと思います。全然まだ大きくなってないはずなんですよね。大きくなってたら本当は嬉しいんですけど、太いネギぐらいに本当は葉っぱが大きくなるはずだったので、やっぱ全然ちっちゃい。植えるのがやっぱ遅かったんですかね。本当に小玉ねぎですよ。ちっちゃ。でも葉っぱが枯れたら本当はもう収穫のはずなので、これ以上大きくなることはないんでしょうね。玉ねぎって根っこ強いんだな。小玉ねぎ見えますかね。小玉ねぎ根っこ強。皮の方がむけちゃいそうですね。根っこが強すぎて。よし。こんなところですかね。葉っぱが枯れちゃったやつは。ついでにアスパラも今取ったんですけど、アスパラは今年は割といい感じです。これは柔らかくて良さそうですね。めっちゃ育ってるので、来年はさらにでっかくなってくれそう。ちっちゃい玉ねぎ一口サイズですね。お疲れ様でした。まあ私は結構後半家の中でいてご飯作ってたから。そうですか。でこれがね、さっき収穫したね、小玉ねぎ使ったやつと古民家産のアスパラ、醤油マヨですよ。めっちゃうまそうだ。胸肉と醤油マヨ。じゃあいただきます。おい玉ねぎ、玉ねぎだね。玉ねぎとアスパラみたいな。いただきます。ちゃんと玉ねぎだね。辛くない？美味しい。じゃあよかったね。アスパラアスパラだ。ちゃんと柔らかいですか？柔らかくて筋張ってもなくて、ちゃんといい時期に取れたっていうことだね。そうだね。ちゃんとしてる。この前のはバーベキューみたいな感じではない。この間の太いのを下茹でもせずそのまま焼いてるからジンくん起きてきたね。お昼寝からね。ジンくんはダメだけど、じゃあご飯を食べて午後は離れですね。どこまで行けるか。じゃあ今日はご飯を食べて午前の部は終了です。お疲れ様でした。